なんか自分がやるべきことをやってこれないんだったら正直選べないです。 G プロジェクトリーダーのむっちです。はい、きみです。なつきです。 ENFJ です。 ISTJ です。 ISFP です。一つだけっていうならクールウィズユーです。TWICE の Cry for Me。私の中でまずジクジ、もう一つトークセクシーが私の中で結構印象に残ってるんですけど、ライズの公式の TikTok からもコメントいただけて結構嬉しかったなっていうのは私の中であります。まず G プロジェクトに関心を持ってスタジオまで来てくれたみんなに会えたことと、そんなみんなの熱量をダイレクトに感じれたことが本当に嬉しかったです。やっぱり直接一人一人からの熱量を感じられてるので、なんか私のモチベにもすごく直結してるっていうか、なんかこんなに一人一人からエネルギーもらえてるなら私はどうやってお返ししていこうっていうので結構今燃えてて、私もモチベが上がってます。こんなに私的にドラマがあるって思ってなかったので結構感動する場面が多いなって感じです。何事に関してもそうなんですけど、やっぱみんなが何かに向かって頑張ってるっていうのを見るのはやっぱ私の中で結構力になるなって思ってすごい心を動かされてます。たくさんいるんですけど、ダンススキルと見せ方という面でみさきちゃんとはんなちゃん、あとこの子伸びるぞって思ったのが真鍋ゆなちゃん。印象に残ってる人はいっぱいいるんですけど、一番はさきさんですね。みつるちゃんです。結構本人こうふわふわしてるんですけど、パフォーマンスになるとなんか顔が変わるというか目が変わるなって思ってるので、ステージの上でいろんな顔見てみたいなって思ってます。もちろんガッツと G プロジェクト愛。やっぱり G プロジェクトのブランドとしてクオリティもそうですけど、その子にしか出せない色もぜひ作品に残したいなっていうのが私の思いとしてあるので、こだわって私も見たいなって思います。私の中ではやっぱ熱量とかスキルとかは当たり前に大事なんですけど、結構チームワークが大事だなって思ってるので、人とどういうふうに関わって動いてるのかなっていうのは私の中で結構重要なポイントかなって思ってます。年齢問わず大好きな K-POP をみんなが思う存分本気でやれる場所、そしてそれを見守ってサポートするのが私。そんな感じですね。みんなあっての私、チーム、仲間、家族です。本気で好きなことをできる場所だと思います。多分この過程を見てくださってたら、こんなに一人一人本気なんだって分かってくださってると皆さん思うので、やっぱりそういう環境があるっていうのがまず素敵だなって思うので、私も先生たちも含め生徒たちも含め全員が本気で好きなことと向き合える、やれるっていう場所だと思ってます。私もともと生徒として G プロジェクトに参加してたこともあったので、その時は青春っていう感じで、今は私の中で活力ですかね。大丈夫ですかこれで。この子ウンリンちゃんって言うんだけど、チキナです。チキナがやります。
ここにこういう丸があると思ってボールがあるとボールをそうからそのままこの次がこう回りたいそう OK これはメキムチャ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 トントンイドポハイポツリポエンバチャ個人評価ですよみたいな話をしたと思うんですが、まあ、一応オーディション中なわけじゃん、ずっと決まるまでは。ってなった時に今口パクを自分のパートでしなかった子は用意不足かなと思いました。こんなにいる中から何人残れるかわからないわけだから、やっぱりそこで見せれるものを持ってこようっていう意識がやっぱりないと、今誰のパートなんだろうってなっちゃった印象の子は結構私の中ではそういう評価になっちゃうかなって思うので、ちょっと焦った方がいいかなと思います。はい、はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。この曲多分構成とかもめっちゃ難しいと思うんだけど、サビとか特にシンクロしてないと結構こっち見てて汗しちゃうから、もうちょっとみんなでこの特にサビの入りとか手の動き多いからそこもっと合わせるのと、あとラインがやっぱ結構汚いから、そこ後の自主練とかでもっと踊り込みしてください。はいはい、はい、OK。 ありがとうございました。この曲多分構成ありきの振りで、振りと構成がついてきて初めてこう見えるから、今構成が全然汚くて見えないから、そこちょっと課題かなって思います。はい、あと表情持ってほしいです。はい、はい、頑張ってください。はい、ありがとうございます。
れ様です。サビは多分先週入れてもらったのもあって迫力感じたんだけど、頭の迫力、歩いてきた時はいいんだけど、そこからちょっとなんかシューンってしぼまった感じしちゃったから、どこでめっちゃパワー入れるのかとか、それ全員が揃うとめっちゃパーンって入ってくると思うので、ちょっとその緩急結構意識して練習したらいいかなって思ったのと、あとはやっぱ自分のパート、多分準備ちゃんとしてきた子は結構見えてたんだけど、もうちょい欲しいなって感じの子も何人かいたので、もうちょいオーバーにやっても良さそうこの曲はって感じって思いました。はい、お疲れ様です。正直この4曲の中でこの曲が一番簡単です。振り先週の感じと変わってないから、1週間あったのに成長がないのは一番ダメだね。G プロ舐められたもんだなってちょっと思っちゃったかな。やってきた人とやってきてない人の差が激しすぎる。チームにとってめっちゃ良くないです。やってきた方もこれぐらいやってきたのにってできてない子に合わせなきゃいけない。でやってこなかった子は私やってきてなかったってこの場で反省しながら一緒にやるっていうのはどっちもマイナスだよね。マイナスな感情でのスタートだよね。これ逆にしてほしいね。本人に似せることがゴールじゃなくて、この曲を私たちが踊ったらこうなるっていうのがゴールにしたいから、もちろんその本人のリスペクトはもちろん持ちつつ、この子の振りを踊るけど私はこういう風に表現してみたいなって思ったらそういう風に変えてもいいし、みんなのバランスがいいんだったら全然プラスアルファ振り足してってもいいし、みんなが揃っててみんながかっこよく見えたらいいって私は思って G プロやってるから、もっと欲張ってやってほしい。これでいいやって思ってやってほしくない。もっとできると思うな。ちょっと来週みんなの本気が見れたらいいなと思います。はい、お疲れ様です。お疲れ様でした。1週間のうちにさ、 G プロで今後レギュラーメンバーで活動するってなったらいろんな曲絶対やるから、その曲にどんな形でもいいから自分色にちゃんと染める、踊り方をしてほしいなって思うから、この曲はあんまり好みじゃない子もいるかもしれないけど、それを分からないぐらいこっちにバーンっていう衝撃が欲しいなって思います。はい、頑張ってください。お疲れ様でした。見応えあった。よかった。もう最初の振り向きからすごいよかったし、花頑張ったね。全然ジュニアとか見えない。踊り大きいし、頑張ってね。お姉さんたちに甘えるとこ甘えて、でも自分しかできないところ絶対あるから、自分も引っ張ってこう、引っ張れるとこは引っ張ってこうってこう思いながらできるといいかな。普段できないもんね。ジュニアの時はジュニアだけでやるから、すごいいい機会だと思うから、吸収できることたくさん吸収してほしいなって思いました。お疲れ様でした。アドバイスはさっき言ったところかな。伸ばすのか曲げるのか緩急なのか、あとはもう自分たちで詰めるところ、詰められそうと思った。一人練習してても雰囲気とか見てても焦ってる感じなかったから、あとはおのおのやることやってきて合わせるときにもう効率考えてパッて練習したらいいと思います。お疲れ様でした。ありがとうございました。センターがまずずれるから、それしっかりセンター取る人は絶対に取らないといけないのと、頭の振り全然踊れてなかったよね。それは結構準備不足というかシンプルにやばいと思います。あと来週発表なのに気引き締めた方がいいなって思います。以上です。お疲れ様です。1週間あったのにこれしかできないんだって正直全員思っちゃった。休んだ分取り返すとか、あと先生入ってやったところもちゃんとできてないし、
こっちがすごいやる気100でもそっちがやる気100じゃなかったらもう合わないんで、そういう子はこっちも選べないです。チームで合わせる時間、この時間しかないよって言ってるのに個人がちゃんとやってきてないから合わせられないよね。なんかチームワークすごい大事にしたいって思ってるから、なんか自分がやるべきことをやってこれないんだったら正直選べないです。